そうですね、自分とこで作った梅を自分で販売するという目的で、私は梅吉という名前を付けました。このみなべ町はなぜ南高梅に適しているかと言いますと、紀伊水道に流れる黒潮の影響を受け、一年を通じて温暖な地域であります。南高梅を収穫する6月梅雨時期ですけども、この時期に雨の量が非常に多くて、実が大きくなりやすいっていうことであります。みなべ町の土壌はですね、中性質で非常に水はけがいいという地域でもあります。1年間を通じて日照時間も長く、この梅の栽培に非常に適した地域でもございます。光を入れるためにまず剪定をします。剪定をやめるとどうしてもこう扇のようになってしまって梅がならなくなるんで、とりあえず光を入れて梅のたくさん取れるような形で剪定をしてます。自家受粉を基本的にしないので、南高梅以外の品種で交配樹を植えてですね、ミツバチの巣箱を置いて、花が咲いた時にミツバチが飛んで受粉させるっていう方法をとっております。やはり自分のところで育てた梅なので、愛情いっぱいに梅干しを作っています。ある本から福寿草っていうなんで福寿梅とがいいん違うかということで、その梅を一番最初私とこの第一の商品として売り出したんです。自社農園を持って梅を栽培して加工してますけども、自社の農園部の生産量では足りませんので、この地元の契約農家さんからも梅を分けていただいています。この梅栽培の大変さっていうのが非常に分かっておりますので、農家さんとこの大変さを共有しながら梅干し作りをさせていただいてます。で、自社のこだわりの梅干しの中でも創業当時から製造させていただいてます、塩分 10% の福寿梅というものがございますんで、ぜひこれを皆さんに、ご賞味いただければと思います。甘い梅、酸っぱい梅、いろいろお客様の好みによって味が違うんですけども、その味に、味が気に入ってもらえるような梅干し作りを心がけています。見てください。これが完熟の南高梅ですね。これだけ黄色く熟したものを梅干しとかですね、梅酒にやってもらうのが一番で、梅干しや梅酒を作ることだけでなく、その原料になる農産物、赤じそ、南高梅は、この辺でもみなべ町でも、空き地になっている耕作放棄地を借りて、赤じそと南高梅を作り、それを製品にしています。第一に、各家々で氷砂糖で梅酒を作っている梅酒をまず自分のところでやろうと。大企業さんたちは糖液を利用してるんですよね。ただ単価的にもむちゃくちゃ安くできるんですけど、うちはこだわり氷砂糖を使うと。1ヶ月ぐらい溶けにくいんですよ、大きなやつでも。これ氷砂糖を使って梅酒を作る。氷砂糖で漬け込むことによって梅の果汁がゆっくりゆっくり、お酒に溶け込んでいき、美味しい梅酒ができていきます。一般的なホワイトリカー、醸造アルコールを使わないで、日本酒であったり、ブランデー、泡盛、ウイスキーという他社さんではあまりしないようなお酒のベースを使ってですね、それプラス、自社農園で、栽培させていただいているこのこだわり、何がこだわりかと言いますと、やっぱり、熟度を自分たちの目で確認して、お酒に漬け込むっていう自社農園を持ってるからできるっていう強みがありますんで、その梅を使って、いろんな梅酒を製造させていただいてます。
例えばこの気になってるこの青い梅、これでは梅干しできないんで、やっぱりこの熟したこの黄色い南高梅でつけるのが一番です。